こんにちは、かーくんです。今回は赤の開拓地の紹介をしていこうと思います。この空っぽ島も2年ぐらい作り続けてきたんですけど、だいぶ前に島公開してからずっと更新してなかったんですよね。前に公開してからも新しくいろいろ作ってきたので、そろそろ最新の島を公開しようかなと思っています。それに合わせて動画で島の様子を紹介しようと思ったんですけど、広すぎて全部紹介が難しいので、何回かに分けて紹介していければなと思っています。ということで今回はこれまで作ってきた赤の開拓地を中心に紹介していこうと思います。それでは見ていきましょう。まず最初に赤の開拓地の中心地にあるこの町を見ていこうと思います。この町はお城の遺跡の観光で栄えた田舎町というイメージで作っています。全体的に家の大きさを小さめに作って圧迫感がないようにしています。っていうか、大きい家をバランスよく作るのってめっちゃ苦手なんですよね。それで町の中心にこんな感じで噴水広場があって、その前にレストランがあります。このレストランは観光客とか町の人たちも来てくれるにぎわったところっていうイメージでちょっと大きめの感じで作っています。中はこんな感じでキッチンがあって、それとは別に客席も手前にあったりします。で、奥の方にはバーカウンターとかも用意されていて、夜も昼も楽しめるようなお店になってます。お気に入りはテラスのこのソファー席になってます。座るとちょっと瓶に顔がめり込んじゃうんですけど、でもこっからだとお城とかも見えるから結構いい席なんじゃないかなと思います。さらに街の奥に進んでいくと階段があって、それを登っていくと赤の開拓地のこの石板の前に到着します。さらにその上には丘の上の小さな修道院という感じの教会も作っています。隣に小麦畑とかも作って素朴な感じを出してみました。それでこの町には8軒ぐらい民家があって、一応内装もそれぞれ作ってるんですけども、その中で一番小さい家がこちらになります。この家外装が 5×5 で、ということは中は 3×3 のめちゃくちゃ小さい部屋なんですよね。中を見てみるとこんな感じになっています。めちゃくちゃ狭いけど一応こんな感じでちゃんと飾り付けてるんですよね。もし遊びに来てもらったら他の家も見てもらえると嬉しいです。次に観光客が泊まるホテルの紹介です。このホテルは滝の流れる洞窟に併設されてて、この滝の裏を通っていく道があって、その先にはちょっとしたカフェスペース的なものが用意されています。このカフェスペースのソファーに座って反対側のお城の方を向いてみると、滝の裏側からお城を眺めることができます。滝には魚も泳いでいるので、海の底に沈んだお城のような幻想的な雰囲気が感じられるんじゃないかなと思って設計してみました。そしたらホテルの中も見ていきましょう。こっちの通路を進んでいくと奥に客室が一つあります。で、さらに奥の方に進んでいくと受付があります。一応こっちがメインの入り口になっています。建物の中にはこんな感じでプールとかテラスとかがあって、のんびりリゾート気分が味わえるようになっています。それで2階にも部屋があって、こっちはジャグジーがついています。結構開放的な空間ですごいリラックスできるんじゃないかなって個人的に気に入っています。部屋の中もシンプルな感じでリゾート気分が味わえるようになっています。ちょうど近代建築パックが出た頃に作ったので、建物自体も近代建築風に作ってみました。ちなみに滝の裏の洞窟なんですけども、結構奥深くまで続いてるんですよね。この中をどんどん降りていくと鍾乳洞的な場所が広がっています。こんな感じで魔法の結晶名前忘れちゃった。これを置いて神秘的な感じにしています。それじゃあ今度はメインのお城を見に行くってことで、ホテルの受付でキメラとベビパンのガイドを雇っていきたいと思います。
それでこの赤の開拓地なんですけど、やっぱり砂漠にピラミッドっていうイメージが強すぎて、その中でどうしてもなんか印象を変えたいなと思って、緑あふれる感じで、さらに水もあふれる感じにしようかと思って、こんな景色になりました。じゃあベビーパンに乗ってお城の方に向かっていきましょう。ということで、お城につながる橋が見えてきました。この橋も結構ボロボロなので、ちょっとジャンプしながら気をつけて進んでいきます。そしたらここからはキメラで上空から見ていきたいと思います。全体的に広い空中庭園が広がるお城の遺跡になっています。それでところどころ水が溢れているのは、湖に沈んだ城の遺跡っていうテーマで作っているので、こんな風景になっています。外から見たお城のシルエットは結構綺麗で気に入ってるんですけど、やっぱり朽ちた遺跡っていう感じのお城になっているので、内装とかは全然できてないんですよね。っていうかもう崩れ落ちちゃってる感じですね。なので玉座の間とかなくて、ちゃんとしたお城も今度作りたいななんて思っています。それで城の奥にあるここの水が溜まってる部分なんですけど、実は昔ダムだった跡地になっています。この崩れた石レンガの感じでちょっとシルエットがわかるかなと思うんですけども、ここが水を溜めてたダムで、大きな穴が開いてしまって水が溢れてお城が水没しちゃったっていうストーリーで作っています。今ここから水が流れて溢れて下の方まで流れてってるんですけど、本当はこっちの水道橋的な場所を通って水がお城の中に供給してたっていうイメージで作ってます。それでお城の中はさっき言った通りボロボロのスカスカで何もないんですけど、実は地下都市が併設されてたんですよね。城壁都市みたいな感じで、お城とその地下都市が一体化してる感じの都市が昔あったっていう設定で作っています。で、結構岩盤下の方まで掘り進んで、こんな感じの広大な地下都市の跡が広がっています。最初は湖に全部沈めちゃおうかなと思ったんですけど、こうやって上から水が滝のように何本も流れているのは神秘的な感じがして綺麗なんじゃないかなってことで、こういう形になりました。それで真ん中の広場を中心に中央広場があって、さらにその周りに住民たちが住む住宅街が広がってるっていうイメージで作っています。なので周りの住宅街部分はこんな感じで、人々が昔生活してたんじゃないかっていう雰囲気が感じられるように作ったりしています。そしたら今度はお城を後にして湖沿いの森の中を進んでいきます。森の道もこんな感じで自然にできたんじゃないかなと思っています。そしたらこんな感じでハスの葉が浮かんでる綺麗な湖に到着します。こうやってハスの葉の上を歩けてるのは、水草とかにカモフラージュしたマグネブロックを下に敷き詰めてるからなんですよね。でもちょっと真似するのにはコツがいるので、興味ある方は解説の動画も見てみてください。ちなみに、湖の下はこんな感じになっています。岩とか小石とか、あと水草とかもいろいろ種類を並べて自然に見えるように作っています。そしたら森の道を反対側に抜けて、どんどん南の方に進んでいきます。もうここは完全に赤の開拓地に抜けて、ヤッセン町の船が見えるとこまでやってきました。ここら辺はちょっと港の風景はほとんど変えてないんですけど、船の反対側に見える緑の茂みのところに秘密基地とかを隠しています。さらに奥の方には複雑な地形を作ったり、また別の機会に紹介していければなと思っています。はい、ということで今度はお城の裏側の方を見ていこうかなと思います。どっちかっていうと緑の開拓地寄りになるんですけど、白地の小屋があって創世録とかあった小屋なんですけど、あっちの方に向かう道って感じで作っています。で、このアーチ状の地形を抜けてお城の今裏側なんですけど、ここからちょっと
新たなエリアを冒険するって感じになっているので、ルイパンに乗って進みたいと思います。それでここからは黄色い岩山がそびえ立つ乾いた大地っていうか険しい山道みたいなエリアになっていて、生えている植物も今まで緑色の植物が多かったんですけど、乾いた感じを出すために砂漠草とかススキとかを植えています。それでこの辺はもうすごい環境が悪いっていうか過酷な環境っていう感じで、ここでキャンプした人もなんか骸骨になっちゃってますけど、この険しい岩山をぐるぐると登っていきます。そんな感じで山道を登りきって下りに差し掛かると、ピンク色の花畑が広がるエリアに到着しました。ここは圧倒的に色鮮やかな花畑にしたくて、最初は桃色の花とか植えてたんですけど、緑がちょっと目立ってしまってたので、代わりにイソギンチャクとかサンゴを埋め尽くして、こんな感じの色鮮やかな花畑を作ってみました。最初の過酷な岩山との対比で、より特別な場所にたどり着いたって感じられる場所になったんじゃないかなと思います。そしたらまた城の裏側から町の入り口の方に戻っていきます。町の入り口には緑の開拓地へ向かうトロッコ列車の小さな駅を作っています。青の開拓地や緑の開拓地は都会なので、それと比べて小さな田舎の駅っていう感じで作っています。それで線路が途切れる方を歩いていくと、大樹が集まる森につながっています。この森にはこれから何軒か家を建てて森の集落みたいにしようかなと思ってるんですけど、先にこの切り株の宿屋を作ってみました。中はそんなに広くないんですけど、ナチュラルで素朴な森の宿屋になっています。それで切り株宿屋の横にはエレベーターが用意されています。ここにあるスイッチを押すと上からエレベーターのカゴが降りてきます。森の中の大樹に登るエレベーターなので、ナチュラルな雰囲気のフラワーバスケット風な装飾にしてみました。それでこの木の上にもいずれツリーハウスを作ろうかななんて考えています。最後にお城や湖が見渡せる不思議な部屋を見ていこうと思います。この部屋は内装コンテストで作った部屋なんですけど、ナチュラルな部屋が多かったので、たまにはゴージャスな部屋も作ってみたいってことで、ヨーロッパの建築様式のロココ調を意識して作ってみました。それでロココ調をネットで画像検索してみると、白をベースとした壁とか柱に波打つような柔らかいシルエットで金色に装飾されていたので、それをイメージして作っています。あと丸い天井に青空が描かれているのをヒントにして、窓を丸いシルエットで作って、外の景色が一見絵画のように見えたら面白いかなと思って作ってみました。それでありがたいことに内装コンテストでシルバーのトロフィーをもらえたので、島のどこかにある宝物をしまっておく隠し部屋に大事にしまっておきました。ということで今回は赤の開拓地を改めて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回紹介したエリアも含めて空っぽ島を公開しているので、よければ遊びに来てください。近いうちにこのトロッコ線路の先の緑の開拓地の動画も作りたいと思っています。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。